日本語おしゃべり道場。はい、皆さんこんにちは、リコです。こんにちは、りょうたです。早速なんだけど、今回のテーマは日本の恋愛事情。面白そうでしょ？おー、いいですね。僕、こういう話大好きです。海外のリスナーさんも日本のデート文化には興味があると思いますよ。だよね。日本と海外って恋愛の進め方が全然違うってよく聞くし、今日はそのあたりをりょうたくんと一緒に話していこうかな。はい、よろしくお願いします。リコさんは最近どうなんですか？私はいつも通り仕事も趣味も楽しんでるよ。それよりまずは告白について話そうよ。これ、日本独特の文化なんでしょ？そうですね。日本では好きになったら好きです、付き合ってくださいって言葉ではっきり伝える文化がありますよね。これを告白と言います。そうそう。海外ドラマとか見てると、なんとなくデートを重ねて、いつの間にかカップルになってるみたいなパターンが多い気がするんだけど。そうなんです。欧米だとデーティング期間っていうお試し期間があって、そこで相性を確かめるらしいです。でも日本ではまず告白して関係をはっきりさせてからデートを重ねることが多いですよね。私は断然日本のスタイルがいいな。だって、私たちってどういう関係ってモヤモヤするの嫌じゃない？わかります。僕もはっきりさせたい派です。あ、ちなみにリコさんは告白されたい派ですか？それとも自分からする派ですか？どっちでもいいけど、やっぱり男性から言われたら嬉しいかな。リコさんのことが好きだって男らしくね。男らしくか。勉強になります。何か言った？いえ、なんでもないです。次はデートの費用について話しましょうか。割り勘の問題です。お会計の時ね。最近はどうなんだろ日本語の割り勘は費用を半分ずつ払うことですよね。でも僕はやっぱり好きな女性とのデートなら男が全額払いたいです。その方がかっこいい気がして。う。りょうたくん意外と古風だね。でも女性としては全部出してもらうのはちょっと申し訳ないって思う人も多いよ。次は私が払うねとか、カフェ代は出すとか、そういうバランスが大事かもね。なるほど。リコさんと食事に行くときは僕が頑張ってご馳走しますよ。ありがとう。期待してるね。ここでリスナーの皆さんに質問です。皆さんの国ではデート代は誰が払いますか？男性ですか？それとも割り勘ですか？ぜひコメント欄で教えてください。文化によって全然違いそうだよね。コメント読むの楽しみだな。ですね。さて次は人前でのスキンシップについてです。英語だと PDA って言うらしいですけど。日本人はこれ苦手だよね。街中でハグしたりキスしたりするカップル、あんまり見ないもんね。そうですね。手をつなぐくらいは普通ですけど、それ以上はちょっと恥ずかしいって感じる人が多いと思います。僕も人前でイチャイチャするのはちょっと苦手ですね。私もかな。手をつなぐのはいいけど、電車の中とかでベタベタしてるの見ると、お家でやってって思っちゃう。わかります。リコさんは、もし彼氏ができたら手をつないで歩きたいですか？もちろん、冬とか寒い時にポケットの中で手をつなぐのとか憧れるな。ポケットの中。それすごくいいですね。僕の手、結構暖かいんですよ。そうなんだ。りょうたくんは冷え性じゃなくていいね。健康な証拠だ。あれ、伝わってない？まあでも、日本の恋愛も最近はアプリで出会うのが普通になってきたり、少しずつ変わってきてるよね。そうですね。マッチングアプリを使う人はすごく増えました。でも、職場や学校での出会いもまだまだ多いですよ。実は僕も身近な人にずっと片思いしてるんです。嘘。りょうたくん好きな人いるの？誰だろう？私の知ってる人かな？えーっと、まあ、リコさんもよく知ってる人かもしれません。年上で明るくて、話していると元気がもらえる人なんです。へえ、いいじゃんいいじゃん。年上好きなんだね。じゃあさ、今度その相談に乗るよ。
ご飯でも食べながら作戦会議しよ本当ですか？2人でご飯行ってくれますか？う。もちろん、可愛い後輩だもん。美味しいお店予約しといたね。かわいい後輩か。でも2人でご飯行けるならチャンスかも。はい、最高のお店探しておきます。楽しみにしてる。さて、そろそろ終わりの時間かな？そうですね。今日は日本の恋愛事情について話しました。告白文化や割り勘、スキンシップの話、どうでしたか？外国人の方には不思議に思うこともあったかもしれないけど、これが日本のリアルだね。少しでも勉強になったら嬉しいな。皆さんの国の恋愛事情とも比べてみてくださいね。このポッドキャストが気に入ったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。質問やリクエストもコメント欄で待ってます。それではまた次のエピソードでお会いしましょじゃあねー。バイバイ。う。さようなら。リコさん、お店来週の金曜日どうですか？来週？いいよ。開けとくね。